ジャパニーズヨガの夏美です。今日は前屈が苦手な方がこれを行っていくとみるみるうちに前屈が得意になっていくというメソッドを3つ紹介していきます。さて、まずこの前屈が苦手な理由から考えてみましょう。前屈という形を体で作っていくには骨盤を前傾させるということが重要になってきます。形で表すと骨盤の前傾は前に倒れる、骨盤の後傾は後ろに倒れるというような状態です。骨盤が長座を作った時に後ろ側に倒れて後傾している方はこれ以上前屈は深まりません。前屈をしたい場合は骨盤をぐっと起こして前屈方向に入れていく必要があります。今日は体でその練習をしていくものになります。さあ、最初長座を作って自分の体の硬さを実感したり、少し倒れられるという方はどのくらい倒れられるか、または全然骨盤が起きないという方はそれでもいいので、軽く膝を曲げて骨盤を立てられるかなどもチェックしてみましょう。さあ、自分の体がチェックできたら早速始めていきます。まず骨盤前傾の練習なんですが、太ももの筋肉、下肢の筋肉を強化するというのがまず一つ目大切な点になります。足幅を腰幅程度に開いて、少し膝を曲げた後に足の付け根をキュッと後ろに引いてみましょう。そうすると骨盤が前傾しやすくなります。お腹と太ももを近づけていくようなイメージです。で、この時に体重がかかと重心になっていないようにややつま先重心にしてみましょう。骨盤後傾の方はかかと重心になりやすいという習慣が多いので、なるべく少しややつま先重心にしてお尻をぎゅっと後ろに引いて、その状態でももに手を添えます。肩はリラックスしておきましょう。手でぐっと押すような感じ、押し上げるような感覚でさらにお尻を後ろに引いていきます。イメージはお尻は後ろ、頭は遠くに引っ張り合いをしていくような感覚です。さあ、この姿勢でもう一度かかと重心になっていないか、その時につま先より膝が前に出ていないかも確認しましょう。だいたいこのラインから膝は出さずにお尻だけは後ろに引いて、さらにかかと重心になりすぎないようにコントロール。呼吸を続けます。この骨盤前傾でのスクワットの姿勢が、体、下肢の強化にもつながっていきますが、柔軟性に関わっています。3、2、1。では吸って体を起こしましょう。一度肩をリラックス。さあ、この時点で前屈の状態どうか確かめます。一度息を吸って吐きながら、もう一度この付け根を後ろに引く感覚、膝を曲げてもいいので一旦体倒しましょう。曲げ伸ばしをしてみてもいいので、今のももの裏側の張り感、なんとなく体の重たさも確認します。さあ、ここでもかかと重心になる癖がないかチェックしてみましょう。いつでも足の裏3点、親指、小指、かかと体重が大事なんですが、太ももの裏側が張りやすい方はややつま先の方に重心をかけてしまって構いません。では、ゆっくり体を起こしましょう。第2ステップを紹介します。第2ステップは壁で行っていきたいので、お家の壁があるところで一緒に挑戦してみましょう。さあ、壁の前に立って先ほどの骨盤前傾を思い出したいんですが、お尻をやや後ろに引いて手を壁に添えます。このまま下がっていきたいんですけれど、全然倒れないよという方は体ちょうどかかとから頭までが一直線の状態になってしまってもいいので、
その状態から始めて少しずつ下がってみましょう。この時大切なのが、また体重ですね。かかと重心にならないようにしたいので、距離が近すぎる場合は少し後ろに遠ざけて配置します。目安なんですが、つま先の方に体重がかかっておっとっとっと前に行ってしまいそうなぐらい、そのぐらいの場所がベストになります。で、ここで手でぐーっと壁を押します。今何がしたいかというと、先ほどの骨盤前傾の意識をつけたいので、しっかりお尻を引くこと、手でぐっと壁を押すと、この前側のラインが結構使われるんですね。そしてつま先の方に体重をかけると、太ももの前側がやや締まりやすい傾向かと思います。その状態で徐々に下がってみましょう。軽く前側を働かせることで、無駄な力を太ももの裏側に与えずに前屈の練習をする方法です。吸ってまた壁を見て、ぐっと手で壁へプッシュ。体重はつま先重心。一旦吐いてふう。もう一度壁ぐっと押して、お尻は後ろに引く感覚。これを維持して、3、2、1。では力を抜きながら倒れられるところまで一旦倒れましょう。膝を曲げてもいいのでリラックス。私はこれだけでも前屈の詰まりがだいぶ軽減する感覚になっています。皆さんはどうでしょうか。この壁で行うものもしっかり付け根を引く感覚、そして手でぐーっとこの壁を押して軽く背を反らすような感覚でしょうか。それを作って徐々にというふうに下がっていくものを紹介しました。3つ目はやや強度が高めになります。難しいと感じる方もいるかもしれないんですが、やっていきましょう。今まで骨盤を前傾にするための練習を紹介しました。最後は背中側を緩めていく、ほぐしていって、そして前屈がしやすくなるようなメソッドです。仰向けです。膝を曲げた状態でいいので、軽く肘を曲げて脇を締めます。で、ぐっと肘で地面を押して、この胸を開いていくという姿勢を作りたいポーズです。なかなか上がりにくいと感じる方いるかもしれないんですが、ちょうど腰より少しやや上のあたりを反らせるようにしたいので、膝を立てた状態でいいので、ぐーっと肘で地面を押して胸を開いてみましょう。これがやや難しいと感じる場合は、座った姿勢から肘を下ろして、この肘でぐっと地面を押して空を見上げます。やっていきたいことは今までと一緒なのは、この骨盤前傾の形を体で作っていくことです。で、首が辛くなったら上げたり下げたりしても構いません。余裕がある方は先ほどの姿勢で、さらに後頭部から頭頂部を地面に預けたまま呼吸をします。顎の力や口の力もふわっと脱力。さあ、あと一呼吸ほどが終わったら解放しましょう。仰向けで寝そべっている場合は膝を抱えて揺らして、背中側、腰側のリセット。さあ、ここから最初のように前屈を確かめていきましょう。長座の姿勢になって、まだまだ張るなという方は膝を曲げてもいいので、吸って吐きながら倒れていきます。ゆらゆらしながらでもいいですし、先ほどの骨盤前傾を思い出しながら
体を倒し、ももとお腹をまずくっつける姿勢からお尻を徐々に引いて、前屈が深まるかどうか。さあ、いかがだったでしょうか。今日は久しぶりに解説動画でした。前屈とか下を向いた犬のポーズが苦手という方におすすめの骨盤の動き方の練習です。大切なのは前屈系のポーズは骨盤を前傾方向に向けていくという状態。それをすることで安全に体を痛めずに、体を柔らかくすることができます。この骨盤の動きが引き出せてないまま前屈を無理にしようとすると腰が痛くなったりなどになりやすいので、ぜひこのような練習で骨盤の動きをスムーズにして、そうやって体の柔軟性を上げてみてください。さあ、今日は練習法をお伝えしたんですが、どうだったでしょう。役に立ったよ、少し体変わったよという方、ぜひグッドボタンやコメントで教えてもらえると嬉しいです。普段はヨガのレッスン動画を中心なんですが、こんな感じでメソッドをいくつか紹介したり、体の柔軟性を高めるためのヒントをお伝えしようと思ってますので、リクエストなどあればぜひコメント欄にも書き込んでもらえると嬉しいです。そしてよければチャンネル登録もお願いします。ではこれからの時間も皆さんにとって笑顔あふれる時間になりますように。ありがとうございました。心と体が楽になる癒しのヨガ。ジャパニーズヨガの大人気のクラスに生ライブで参加できる。毎週のライブヨガ、心のヨガ、スナックなつみ、ワークショップ。これだけ受けれて月額3000円。メンバー募集は間もなく終了。詳しくは概要欄から。